はい、いらっしゃいませ。音楽チャンネル実習へようこそ。実は私先日上げたジャズの紹介動画、ジャズ喫茶実習ズある冬の日のメニューってやつが意外にね気に入っていまして、選曲ね良かったんですよいや、それ改めて思いました。っていうのはiPhone とかで YouTube で見ているとね、設定によっては終了した時に自動的に他の動画に移行 しますよね。そうやってね、他のジャズ演奏動画に行っちゃうとね、やっぱなんか違うんですよね。リストでなければならない雰囲気ってあるなと思っちゃった。分かっていただきたいけどどうでしょう。でね、リストの何が実質的だったかというと、要はね、芸術だったと思うんですよ。芸術、はい。もちろんジャズでもさ、楽しいものとかリラックスするものとかもあるけど、音楽としてね、可能性を意識して、この瞬間何を表現できるかっていうのをね、追い求める姿勢っていうのがそれぞれにねかっこいいんですよ。とりあえずかっこいいんですよねそれでね、その延長でね、ふと思い出したことがありました。この日本にもやったら深くて前衛芸術みたいなやつあるんですよ。そこで今回注目させていただくのは邦楽っていうのかな、尺八っていうのかな、西村コクさんの居宅演奏でコクという動画です。はい、正確にはそういうことみたいです。これね、もうエリック・ドルフィーとかセロニアス・モンクに近い、もう心臓むき出しの生々しい芸術があるって言ってね、いいと思いますよ。皆さん、邦楽とか尺八とかどうですか？聞いてらっしゃいますか僕はね、正直あまり聞かない、日常的に聴く音楽には含まれていないです。でも、たまにね聞きたくなるしね、普段は意識していなくても今に至るまでの時間の蓄積というのがあるのかもしれないと思いますね。僕がこの録音演奏を濃くに感じるのも、なんか日本的なね時間の積み重ねって思うんですよね。ところで、その日本的な時間って何なのかうちのチャンネルはぼちぼち海外の方も見ていただいているようなので、ちょっとねそこを語ってみようと思いますよ。日本といえばね、四季が豊かで穏やかな日常っていうのも日本ですけど、反面ね、ご承知の通り侍の国ですよ。地域ごとにね兵を整えてさまざまな戦が各地で続いてきた国です。で、ひとたび戦いとなるとね、兵隊さんだけじゃなくて多くの人々が巻き込まれてしまうし、戦争なんていつの世も悲惨なものですけど、日本ではね、古くは平家と源氏の争いとか、征夷大将軍とか、戦国時代になるともうぐちゃぐちゃ、全国でぐちゃぐちゃでそういうことをね日本の学校では学びます。で、およそ西暦1600年頃にねやっと全国が統一されて、江戸時代になるとやっと落ち着くんですが、それまではねいろいろあった国です。で、日本って山が多いんですよね。で、平地部分が少なくて人が多いから食糧難に陥りやすいんですよ。飢餓が多く発生する国だったんですね。で、特にね東北地方は冷夏の凶作ということが多くてね、もう村が全滅するほど深刻なことも珍しくなかったようです。ちょっとこんな話はなんですけど、ネットでね知った話があったんですね。その人の家は古い民家
なんですよ。でその古い民家の納屋がありましてね、倉庫そこの一角に子どもたちは絶対近づいてはいけない場所が、神聖な場所があったと。でそれは何だろうと思ってたんだけど、大人になってね知ったところによるとね、そこには古い槍が立ててある、先祖伝来のね。でそれは何のための槍かっていうと、飢餓で食料がなくなった時、家族の数を減らすために使われてきたものなんだそうです。まあ死ぬ時は刃先に首を垂れるって感じでしょうか。でもね、その槍で自害する時は祖先が守ってくれるから痛くはないんだよって、すごい話ですよね。で例えばね、実際に医学的に見ても日本の東北地方では糖尿病になりやすい遺伝子の人が多いそうです、割合として。これは何を意味するかっていうとね、つまり飢餓に強い体質の人たちが残ったわけですよ。だから逆に食べ物が豊富だと栄養コントロールができずに病気になりやすい体質っていうことでもあるという。で東北は米の産地なのでそういったことがダイレクトに来るんですが、大きな飢餓になるとね、米の産地だけのことではなくて西日本もね深刻な影響を受けた記録が残ってますね。例えば鳥取ではね、猿年賀神と呼ぶそうです。これ江戸時代の天保の大飢餓のことですね。政治力があまり強くなかったその鳥取の領土では食料をね確保できないんですよね、もう。でその悲惨さは近年まで恐怖の伝説として語り継がれていたと言いますし、それってねそんなに昔のことではないんですよ。およそ200年前なんで、今100歳のおばあちゃんがいたら、そのおばあちゃんの子供の頃には実際に当時のことを直接親から聞いたぐらいのね、そういう感じですよね。だから、直接体験はないけど、また聞きのまた聞きぐらいは聞いてる人がいた。で大阪でもね、天下の台所と呼ばれていた大阪でも米不足になるとね、市中に餓死者が続出したとか言いますね。そして大塩平八郎の乱が起きたんですよ。大塩平八郎の乱、ご存知ですか？大阪での出来事です。そのね、全国規模の深刻な飢餓が起きて時に対処すべき役所は何もせずで、米問屋、米商人はむしろ価格を釣り上げて暴利を貪るっていう状況になってしまって、そこでね、その大塩さんがね意見したんですよ。大塩さんは元役人で学者で博識だったので、もうこれではいかんって意見するんだけど、役人も米商人も聞く耳を持たなかった。そこで彼はね資材を売り払って大砲を手に入れたのかな。で貧しい人たちと100人以上の人たちと暴れるわけです。商人の豪邸を次々に襲って、でね、その反乱自体は鎮圧軍によって早くに対処されてしまったのですが、しかしこれをきっかけにね、全国各地で同様の反乱が発生し始めた。大塩先生の意思を告げってね。で結局その大塩平八郎の乱、大阪で起こったそういう小さな出来事が長きにわたった江戸時代の終焉のきっかけになったと言われてますな。だから日本はイギリスやフランスのようなね明確な市民革命は経験していませんが、善意あるリーダーが立ち上がって大きな組織のありようを変えてきたという側面はやはりあるんですよね。僕の個人的なね祖先がそのような過去にどれほど関わっていたのかはわからないし、
わからないんですが、ただそんな時代を生き抜いてきた祖先がいるからこそ自分がねここにいるわけで、なんか無関係とは思ってないんですよね。だから食べるものがなくなって餓死するとか、子供に食べさせたくても食べさせられない母親とか、もう裏の山があってもそのもう全体にね食べられる木のね一つなくなった村人たちとか、人の肉さえ食料として売り買いする噂とか、もちろんね人買いというものもありましてね、貧しい村から少女を買い取って町の風俗組織で働かせる、強制的なことだけではなく、場合によっては少女を自ら困窮する実家を助けるために身を預けるとかね、そういうことも昔の日本では少なく なかったとか。幸い科学の発展した今では化学肥料がありますからね、植えることはまずないし、明るいポップスとか聞いてると過去の悲惨なことはね忘れがちです。でも基本的に我々はそういう過去の積み重ねの上に今を生きてるというのは現実ですよね。そういうね忘れがちな裏の現実を今回紹介させていただくソロ演奏を聞くとね、しみじみ考えさせられますね。西村国さんによる国っていうのはね曲名のようです。ご自身の名前を冠した代表作ってことですね。そして居宅っていうのはね楽器のこの楽器の名前になります。長い縦笛のこと。尺八でいいと思うんだけど、ちょっとねそこを置く専門家じゃないんで詳しくは分からないんですけど、どうもね尺八っていうのはウィキでもね2尺3寸が最長っていうことになっております。でこの西村さんが使われているのはさらに長くて2尺6寸。これはねちょっと普通の尺八じゃもうない世界、長すぎる世界。これはね長いんですよ、居宅っていうのは。長い尺八を主に愛用したのは誰だかご存知ですか？カゴをかぶって顔を隠した怪しげな僧の人、虚無僧の人たちですね。これね宗派があるんですね。江戸時代に法華宗という宗派があって、その法華宗という宗派では尺八を法器として吹き鳴らす水禅を修行としていた禅宗の一派だそうです。いいですね、演奏が修行であるという、すごいでしょ。さしずめ僕だったらギターを弾くことは修行だから、遊びじゃないからこれはっていう感じですかで小無双はね天蓋と呼ばれる深編み傘をかぶり尺八を吹きながら行脚するということで、実はぶっちゃけお坊さんのように頭を反り上げる必要もないし、お経を覚えて朗読できなくてもいいっつうわけで、案外多くの人がなったらしいんですよ。でね、しかもねこれ僧として全国を歩き回れる特権があるので、政治的な隠密活動も少なくなかったとかね、そうやって幕府とのつながりが強かった組織だったんですね。で明治になると政府により解体されてしまう。で一旦解体されましたが演奏の流れは続いていまして、で太平洋戦争が終わってから1950年に宗教法人として岐阜清宗が認められ、京都に妙安寺が再興されました。でこの小無双の人が首から下げた下箱っていうんですけど、よく明暗と書いてあるのは時代劇なんて見るんですけど、それはすごい深い明暗、なんか哲学的な意味がありそうに見えますが、実はこのお寺の名前なんだっけ、妙安寺でいいんだかなの
明安寺の意味に所属してるっていう意味だそうです。で、今回、動画の最後にリンクを載せておくのは、曲名国西村国空さんの居宅演奏の動画です。で、この人ね、仙人のように見えちゃいますが、実はね、インタビューがありましてね、ご本人の、生前の時のインタビューがありまして、意外にね、普通の方だったですよ。妻や妻の母や3人の子供たちを食べさせるためにね、わしはせっせと腕を拭いて、直江津とか富山とか歩き回ったね、とかってね、だからピュアな探求心だけではなくてね、家族を養うために一生懸命吹いてらっしゃった。で、この昔のこの尺八奏者っていうのは自分で竹を切ってきて楽器も作って売るっていうこともやっていたらしくて、この居宅超長い尺八もこの人の制作2000本ぐらい作ったらしいですね。まあその音楽性はね、時代も日本も超えた深みを強烈に聴くものに感じさせてくれると思います。スピリチュアルな演奏って今ネットでもいろいろありますけどね、あれでしょうチベットフルートとかね、まあいろいろあるんですけど、まあしかしね、これほど深いものはあまりねがないと思いますよ。もうね、一回はねちょっとチェックしておいてほしい。別に毎日聞かなくていいけどね、まあ一回こういうのもあるなっていうのはすごいなと思いますよ。はい。まあちなみにね、せっかくなんで前としてのディープな演奏だけではなくて、もっと普通のミュージックとしての尺八演奏もいいのがあったんで、概要欄に載せておきます。田辺慶山さんの演奏でニューシネマパラダイス。まあこの曲はいつも聴いても感動しちゃうんですけど、それにしてもね、尺八演奏いいっすよ。人の営みとか至らなさとか、不器用さとか、そんな曲のシーンに尺八のね音色がとても合いますね。はい、では今回はこの辺で、深い精神性に踏み込むのも音楽の醍醐味。ジャズもいいけど日本の音もいいよ。こういうの真剣に受け取ってみるのもたまには必要なんじゃないかなと思います。それではまたのご来店をお待ちしています。実質でした。ありがとうございました。